皆さんこんにちは、みさとです。ここは長野県の松本駅です。前回、青空フリーパスと切符をプラスして名古屋から松本まで来ました。今回は松本市内をお昼過ぎから夕方までの間、少し観光してみます。午後から松本市内を4時間程度の持ち時間ですと、松本城と旧海事学校を回る感じになると思います。そして松本城までのアクセスは Google マップで見ると駅から徒歩15分ですが、今日は駅前で36度だそうで、おとなしくバスで行きます。松本市内の周遊にはタウンスニーカーというバスが便利で、北コースのバスに乗ると松本城と旧海地学校へ行けます。運賃は1乗車200円で、今回私は3回乗車の予定ですが、500円の1日乗車券があり、そちらを購入。バスの近くにいたスタッフさんに尋ねたら、1日乗車券を走って持ってきてくださいました。ありがとうございます。スタッフさんに持ってきていただいた1日乗車券はこちら。可愛らしいバスと松本城が映っています。12時50分バスは松本城お城口バス停を発車。土休日の日中は20分間隔で運転されています。バスは途中、千載橋という橋を渡ります。渡ってすぐのところにある広場が松本城大手門マスカタート広場。お城へ敵が攻めてきた時にわざと道を曲げて侵入しにくくした構造の名残ですね。上土町は大正、昭和を通じ庶民文化の先端を行くハイカラな町として栄え、下町風情漂う大正ロマンの町として知られています。バスの放送でもありましたが、この辺りの上土町はレトロな建物が多く、散策してみるのもいいかもしれませんね。松本城市役所前バス停に到着、下車します。駅から8分のところ、途中道が混んでいたようで15分ぐらいかかりました。外堀を渡って太鼓門の増形二の門、そして太鼓門の一の門をくぐり、お城に入って行きます。内堀をぐるりと回って本丸の南側へ、ここに松本城の概要を書いた案内板がありました。松本城は戦国時代の初めに守護大名の小笠原氏が不可市城として築城。武田氏に奪われたり、再び小笠原氏に戻ったり、徳川家家臣から豊臣方へ出奔の石川数正が移ってきたり、最終的に三河の頃から家康の家臣で信任の厚い戸田松平家の居城となったそうです。内堀を渡って本丸入り口の高麗門へ、門を入ってすぐ観覧券の販売所があります。ここから先は有料ですね。天守の入り口待ち時間は20分。天守の見学所要時間は50分と分かりました。観覧料は大人700円。ですが、先ほどのダウンスニーカー1日乗車券提示で割引の630円になります。中に入ると本丸庭園が広がり、背後に緑に映える天守が収まります。松本市のマスコットキャラのアルプちゃんも控えています。庭園の周囲をぐるっと回って天守へ向かいます。庭園を見渡すとこんな感じになります。天守近くで行列になりました。ここから天守に入るまで20分の列の始まりです。天守の中に入りました。1階では石落としが見れたり、お城で使われたシャチ瓦などが展示されていました。2階には火縄銃などの鉄砲の展示が豊富にありました。ちなみに松本城天守は江戸以前から江戸時代初めに建てられて今も現存しているお城で、エレベーターなどはなくかなり急な木製階段があります。4階には御座所があります。城主がいそうな場所ですね。こちらは5階、非常に多くのお客さんが来られています。そして最上階の6階、見晴らしは最高の眺めですね。ご覧のように松本城は非常に多くのお客さんが来られていました。ちょうど訪れた1週間前に大河ドラマどうする家康で石川数正が家康の元から出奔した回でした。
放送終了後にその日の放送回ゆかりの地を訪れる寄港巡礼が松本城でした。もともと松本城は人気で普段からお客さんは多いのでしょうけど、放送の影響もあってこの日はお客さんが増えたのでしょうか。と言ってる間に天守から降りてきて松本城を後にします。次は旧海地学校、ダウンスニーカーバスに乗るので先ほどのバス停へ。松本城市役所前バス停というだけあって、目の前にあるのは松本市役所です。そして再びバスに乗りました。旧海地学校までバスで4分ほど、歩いても11分ほどらしいです。現在の海地小学校横を通って旧海地学校バス停に到着。さて、旧海地学校なのですが、耐震工事のため休館中でした。実は松本城にも工事中休館のお知らせは出ていました。でもせっかく松本まで来たのだし、外からは見れると思って来ました。他に旧海地学校横にある松本市旧司祭館で旧海地学校の紹介展示と売店営業も行われていました。ちなみに過去に一度旧海地学校を訪れた時の画像があります。4枚ほどご覧ください。そして帰りのタウンスニーカーバスに乗り松本駅へ。帰りは特急士なので帰ります。今回の旅で利用の青空フリーパスは青春18切符と違い、特急には特急券を買い足すだけで乗れるところが利点ですね。JR 東海の特急なのでいいご予約で予約購入をしようとしましたが、松本駅では受け取り不可と案内を受けたので、今回は駅ネットで購入。帰りの予定が変わる場合もあるので、この日は直前に特急券の引き換えをしました。帰りの特急です。信濃20号名古屋行き。松本駅を立つ前にもう一度あのアナウンスが聞きました。特急信濃は松本駅を出てすぐに最高速度の時速 120km になりました。行きが各駅停車でのんびり来たので一層早く感じます。その後、塩尻から中央本線に入って日没まで木曽路の車窓を堪能し、夕飯に松本駅で購入していた駅弁、山賊焼き弁当をいただきました。山賊焼きは松本のご当地グルメで、鶏の大きなもも肉の唐揚げが入ったお弁当です。唐揚げの油がご飯に染みないように仕切りも入っていました。今日も行きは撮影でほとんど立っていたし、松本市内でもそこそこ歩いたので、この大きな唐揚げで体力もだいぶ回復できたかも。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点名古屋です。ということで名古屋まで戻ってきました。行きの普通列車で松本まで約4時間。帰りの特急は2時間と少し。これは特急料金を課金する価値はありますね。さて、これで青空フリーパスプラスアルファで松本への旅も終了です。日帰りで普通列車で名古屋から松本往復は少しハードですが、普通に乗車券を買うより3020円安上がりの旅、結構楽しめると思いますよ。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。